Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. シアトル空港のザ・クラブシアトルに来ています。私は何も食べませんが、一通りカウンターの映像を撮っておこうと思います。現地時間の午後3時頃ですが、内容は軽食のようですね。2時間ほど時間を潰します。ゲートに向かいます。ANA に搭乗しました。窓は2つあります。少し曇っています。ANA のビジネスクラスのシートのサイズは航空機の機種により多少異なりますが、今回はおそらく B787 の9あるいは B787 の10だと思います。シートピッチは約 157.5 センチ、62インチ、幅53センチ、21インチ、シートの最大長は194センチ、76インチ、スリッパ、足を挟めるブランケット、シートの上に広げるマット。私は荷物はいつも少なめですが、モニターの下にも頭上にも十分なスペースがあって快適です。ポーチの中身はローション、リップバーム、そしてエコバッグ、ウェルカムドリンクのシャンパンです。一気飲みすると酔うので少しずつにしています。ちなみにシアトル羽田間のファーストクラスの設定はありません。S8 ゲートから乗り込みました。S はサウス、南側です。北側のゲートは空港の反対側になります。さっき目の前を左方向に横切ったトラックとそっくりなトラックが、今度は右方向にアラスカ航空の機体を運んでいます。空港って眺めていて飽きません。すごくびっくりしたのが、太陽光線の度合いをこうして調節できるんじゃないかと思います。かっこいいです。でもこういうのを楽しんでいるのが周りで私だけのような気がしました。皆さん私より頻繁に ANA を使われているのかもですね。S16 ゲートの前を通過し、滑走路へ向かいます。アラスカ航空のビルが手前に、後ろにはデルタがあります。アラスカ航空のシンボルの大きな顔ですが、これはイヌイットのチェスターさんという方がモデルのようです。チェスターさんの顔が10個以上見えます。シアトル空港はアラスカ航空のハブ空港の一つです。北に向かって飛び立ちます。浮いています。マーサーアイランドは自然豊かな高級住宅地として知られており、人口は約2万5千人で、湖の中にある島としては国内で最も多く、島の面積は178平方フィート、16.5平方メートルです。ピュージェット湾は、北はファンデフカ海峡東端のアドミラルティ・イリエに、南はタコマやワシントン州州都オリンピアの町に達しています。湾内にキッドサップ半島、レインブリッジ島などが浮かび、湾の西はオリンピック半島が太平洋との間を隔てています。最後にベーカー山が再び見えました。
ダボブ湾自然地域は約3300エーカー、13平方キロメートルの海岸線、湿地、森林地帯を含むエリアで、手つかずの遠征湿地と砂子植物群落の希少性を保護するために1984年に設立されました。フード運河はフィヨルドのような水域でサリッシュ海を構成する小さな水域の一つです。最大水深は600フィート、180メートルで人工ではなく自然にこういった形をしています。オリンピック国立公園、世界遺産です。まさか空からこれが見られるとはショックでした。おそらく私はシアトルから日本へ帰国の経験がなかったんだと思います。ワシントン州はこの先何度でも訪れたい州です。高い山脈の真上を飛行中です。コンスタンス山は標高約7760フィート、2360メートルでオリンピック山脈の中では3番目に高い山です。シアトルの西側のスカイラインで最も目立つ山です。ウォーリアピークは標高約7320フィート以上、2230メートル以上で鬼の角のように2つの頂上があります。ウォーリアピーク山もコンスタンス山のすぐ北に見えるため、シアトルから見えるらしいです。レセプション山は標高7788フィート、2374メートルで、オリンピック山脈ではオリンポス山に次いで2番目に高い山です。オリンポス山は西に約22マイル、35キロメートル先にあります。ミステリー山は標高約7640フィート、2330メートルで6番目に高い山です。アメリカの空の観光はここまでです。こんなにたくさんの自然を空から観測できるとは期待していなかったので、本当にラッキーでした。ここからはゆっくりするとします。レ・ムーラン・ローズ・マレスカスを乗務員の方に注いでいただきました。ボルドーのオーメック地方からです。アミューズです。ビーフ・レオザラと洋梨のクロスティーニです。ビーフレオザラとは牛肉の生ハム、イタリアのロンバルディア州の料理らしいです。グラスの中はチーズ、トマト、オリーブです。脂身はほとんど感じず、牛肉の旨味が凝縮されていて、とても美味しかったです。クロスティーニがイタリア語で小さなトースト。あとそこにペースト状のものがあります。残念ながら今はこのペースト状のものが何だったのか思い出せないのですが、全部食べようとしていたのがわかるので美味しかったはずです。窓の外はこんな風に雲ばかり。天気はずっと悪いですが、この先ほとんど海上を通過するのみなので、食事に戻ることにしましょう。前菜、お作り、小鉢になります。まずはお作りです。生姜ドレッシングをお刺身にかけるように言われました。この白いのはイカのサラダ仕立てだそうです。こちらは炙りマグロ。表面の香ばしさといったものは感じられず、内側も乾いた感じはありますが、アメリカで作っていただいた食事です。贅沢を言える状況じゃないです。日本の航空会社が提供する食事でも、アメリカ発ならアメリカで作られているようです。先ほど添乗員さんに確認しました。指導があるとはいえ、アメリカの方が和食を作るのはわからないですけど、難しいかもしれないですからね。
小鉢に移ります。アスパラガス豆腐とあったのですが、さっぱりしていて美味しかったです。とても日本人とは思えない箸さばきです。ズワイガニもイクラも2年ぶりです。嬉しいです。では前菜です。まるで主菜のようです。魚も肉も入っています。大きなエビです。噛み応えがあります。これがクリームチーズ磯辺揚げ。これが確か栗きんとん。少し食べて、そうであると確かめてから後に残しておきます。大好物の一つです。そしてこれが鶏ですね。豚肉で巻いてあったように思います。黄色いのは卵カステラとありました。そしてこのガラスの器にあるのがホタテ貝とパプリカの柚子発泡ゼリー寄せ。黄色いのは南国のフルーツだったように思います。完食です。結構頑張りました。と思ったら主菜の赤魚みりんが出てきました。赤魚かもしれないです。もうどうしようって感じましたが、頑張るしかないです。食べ物は無駄にできません。気合で全部食べました。かといって病気になるわけにもいかないので、消化を助ける常備薬とワインに助けてもらいながら頑張りました。暑い雲の上を飛んでいます。どこら辺を飛んでいるのか、窓の外を覗くだけではわかりません。でも綺麗ですよね。コーヒー、チョコレートパンナコッタ、ストロベリーコンポートです。これは正直パスでもよかったです。普通に誰にでも家で作れるレベルでした。味も日本人にもかなり薄かったです。というか代わりにチーズの盛り合わせを頼まなかった自分のせいですね。量的に多分私には無理だったでしょうけど、アメリカは結構チーズが美味しいんですよ。帰りの便は残念ながら ANA でも JAL でもありません。なので、日本で作られた機内食は今回はなしですね。陸上で美味しいものを食べることにします。小食かつほとんど飲まないんだから、国際線ならなおさらビジネスに乗る意味なしですね。5、6時間は眠ったでしょうか。厚い雲の上を飛行中です。温かいバーベキューチキンのフォカッチャです。これを注文する頻度が高いです。2年前ですが、前回も ANA でした。最後のオーダーだと言われて慌ててお願いしました。先ほどの航路を見てまさかとは思いましたが、見えている島らしきものは北方領土ではありません。知床半島のようです。羅臼岳の標高は1661メートル。知床半島の最高峰であり、別名知床富士。知床硫黄山の標高は1562.5メートル。活火山です。
山頂部は斜里町に属していて、一等三角点に指定されています。宇名別岳の標高は 1419.3 メートル、知床半島の付け根に位置する第4期火山です。この寝るときに使わせていただいたマットですが、そのおかげか快適に眠れました。一瞬流氷とか思いましたが違いますね。雲ですよね。窓は添乗員さんによって暗くされています。時刻は日本時間の5時半頃。自分で窓を明るくしてみると、まだ雲の上ならこんなに明るいです。皆さんの窓も一斉に明るくされました。雲の下に降りてくるとこれです。暗いです。天気は雨ですね。7時前でこの暗さ、ほぼ真っ暗です。やっと着地。早く日本が見たくてたまりません。やっと帰国できました。フライトでの長旅はここで終わりです。明日から国内の旅の始まりです。